Kimura Jiro Shihan is a Japanese Aikido teacher, successor of Kobayashi Hirokazu Shihan in Japan, and director of the Buikukai, one of the largest organizations affiliated with the Aikikai Foundation. He started Aikido in 1963 as a junior high school student under Kobayashi Hirokazu Shihan, well before the passing of Aikido founder Morihei Ueshiba. Kimura Shihan is one of the main Aikido figures of the Kansai region. He received his 8th Dan at the 2016 Kagami Biraki ceremony at the same time as Christian Tissier and Miyamoto Suruzu Shihan. To cover the many aspects of Kimura Sensei's practice, Guillaume Erard, a Daito Ryu practitioner and Aikido historian, and Jordi Delage, who started Aikido in a group affiliated to Kobayashi Hirokazu, teamed up for a joint interview held at the Master's Dojo in Osaka. We invite you to discover a not-so-well-known portion of Aikido practice and history with one of the kindest gentlemen we have had the opportunity to meet.私はあまり戦争体験というのは、ご本人はあんまり喋りたくなかったのか知りませんが、あまりおっしゃいません。ただある方の紹介で戦後初めて愛機会上柴先生開祖にお会いするために行った時のお話はよくしておられましたけど、戦争の方は私自身はあんまりお聞きしてないので詳しくはちょっと存じ上げません。はい。だからそれが本当か嘘かとかいうことは私はちょっとわかりません。はい。当時ですので、我々のと年代が全然違いますので、ありとあらゆる方が大変な時代であったと思う。生きるのが精一杯の時代であったとは思うんです。でその中で生きて、なおかつ自分の生涯のお手本ついていこうと思われる方に出会えて、でそれをずっと、自分の仕事になり合いにされたということは、ある意味小林も幸せであった。そういう素晴らしい方にお会いできて、それを生きがいにできて、その自分の歩む道っていうのを決めたということはやっぱり良かったと思います。幸せであったと思います。本当に混沌とした時代で、私の親も両親も大変であったということはよく聞いております。食べ物一つもない時代ですので、その中でしっかりと生きて自分の生涯の歩む道を見つけられたということは、小林は幸せ者であったかなと、大先生にお会いできたというのは幸せ者であったなと思っております。はい、ちょっとご質問なされておりますお二人とも合気道をやっておられるということでお分かりになると思うんですが、合気道には上下運動で崩す場合と横に崩す場合があります。で横に崩す場合は相手のを自分の中に吸い込むか、相手の気持ちを察して自分が入るか。で上下の場合はいかに相手の力を真下に落とすか、中心崩すかという問題なんですが、小林の技はどちらかというと横崩しが多く吸い込みですね。それの力が非常に強かったように思うので、それの生かし方と、あと足が継ぎ足だということですね。出て後ろ足が追いかけるというこの動作ですね。剣の動き。そういえばそうですね。剣のかもわからないんですが、追い足で袴を完全に私もそうなんですが隠すんですね。足の歩幅を隠しておられましたね。若い頃はですから晩年はものすごく狭かったように思うんですが、で入って追いかけるのか、引き込んで合わすのか。で引き込みがものすごく強い先生でしたね。で手は2に返して小手なのか、小手に返して2なのか。で、3に返して小手なのか。
結構この原理ですね。で、完全に4にとって、こちらに返す固定なのか。そういうこれの変化が非常に特徴的ですね。ただ、これには非常に鍛錬がいりますので、おそらく相当こういう柔らかさ、強さ。柔らかいだけではやはり難しいし、海外の方はごっつい力でお持ちの方をこう柔らかくっていう、やはりこれの鍛錬が強かった。先ほど申しました大統領なんかにこうひっつく技法ありますよね。今こういうのも入ってるのかなとも思うんですけど、私もこちらのとひっつける面とか、こちらをひっつけるもの非常に多く使うんですが、何かこの感じの技多いですね。こう切るとかいう技じゃなくて、できるだけひっつけて、こう体でねじっていうんですか。これが、私の場合、こちらの膝からこうねじるんですが、師匠の場合はもう本当にこう柔らかく、これで、ピンという感じですね。これが特徴だったように思います。あと、手技にごまかされてしまったらいけないんですけど、本質は足かなあと、追い足で、継ぎ足っていうんですか。返し技好きでしたね。返し技っていうのは、本当に皆さんご存知の通り、本当にかかってしまう難しいんですよね。技量のある方にパシッと決められてしまったら返せるもんじゃない。ね、その中において、こう、相手の力を読むとか、決められながら柔らかく返すとか、そういうのはなんか好き、技は好きだったようですね。返し技は非常に多いです。座り技に関しては、正座で座り技もやってたと聞いてます。あれね、指を立てる立てない。武道は指を立てます。小林は立たないようにペットこう押さえることが多かったんです。だからおそらく、引き合わせっていうんですか、これが強かったからできたんじゃないですか。下手なもんがやると引っ張っちゃうんですね、こう。引っ張ってるんじゃないんですね。やっぱりこの肘が回転していきますけど、肩がね。だからやはりこういうのが非常にお腹でやってたように思うんですよね。手でこうじゃなくて、お腹でこうやる。だから技だったと思う。だから足が立てる立てないの問題前にパッと押さえてましたね。昔から田中万泉先生、それから安倍昌介先生、で、小林ですね。この3つの勢力が、関西をほとんど抑えてたと言ってもいいぐらいなんです。で、その中でも、田中先生、今財団法人、公益財団を名乗っておられます。田中先生の大阪愛会ですね。亡くなられましたけど。それはもう今でも大変大きなあれだと思います。安倍先生も、今ご子息、法務先生に駆られて、しっかりした、自分のスタイルというので頑張っておられます。部一会は、だから一つの、ちょっと部一会だけが、小林というのが亡くなって、あとは黎明隊で、ただ人数的には部一会は多いですね。人数がかなりいてると思います。愛会、大阪愛会に続いてぐらい多いかもわかりませんね。かなりの数だと思います。で、これは、今は、実言いますと、大阪に連盟はできないだろうと。大阪一会と安倍先生とことうちとあんまり仲悪いからできないだろうと言われてたんですが、その話あってすぐできたんですね。それはやはり私と安倍先生と大阪一会が本当にもうそんな言うてる時代じゃないと。お互いも仲良く手つながなきゃいけない時代、上島先生を立ててやっていかない時代であるということを認識しておりましたので、もう全然問題なく今は仲良くやっております。はい、いえ、だからその V 区センターの有段社会のことを V 会言ったんです。正式には。で、登録をその V 会の名前で出した。今の天王寺、今日お泊まりになられた裏側に V 会、大きな武道専門のあれがあったんですが、そこの道場名が大阪 V 区センターだ。で、その V 区センターの合気道の有段社会を V 会っていう。で、だからその形ですね。それをそのまま東京の段位認定の方に出してたんで、V 会で通ってるわけです。
から特別作ったアイドルなんてもないです。失礼な言い方やけど、皆さんどう思われてるか、どう見られるかですね。それが答えです。私は出してるんでしょうか、出してないんでしょうかは、皆さんが判断していただきました。だからその答えは2日にわたってお二人と稽古しました。木村の技、意外と演舞でやってる技とは違うんですね。稽古の技というのは。自分の生き様というんですか、わずか2分3分の中で自分の合気道を表現するというのが時間じゃないでしょうか。だから演舞というのは演技じゃないと思います。よく勘違いされます。演舞と演技は違うんです。演技ではないんです。その一コマ一コマ、どの一コマをカメラで切っても真剣さ、エネルギーが出てないといけないと思うんです。もちろん、ふっとした時とかあると思うんですが。だから、木村の表現、生きてる、自分が今までやってきた合気道とか、今やってる合気道を表現したいなとか、自分が今合気道のおかげで生きてるんやなというのを表現したいなというのが武道館。武道館は異質なところ。私も本当にたくさん演舞をやりますが、武道館だけはちょっとさすがに緊張するんですね。私は緊張値文字あんまりないんですが、あっこだけは何か特殊なものが住んでるような気がします。その中で堂々とやられる同志っていうのはすごいなとは思います。だからみんな特徴を出してやっておられますよね。南山八段の先生。私と同じ考えでやっておられるかどうかわかりませんが、私は自分の今生き様みたいな合気道、今一生懸命まだ生きてるんやぞ、自分が合気道で生きさせていただいてるんやぞっていうの表現を2分3分でやらせていただいてるんです。だから形は不細工かもわかりませんけど、全力出してるんです。八段になると、人の期待が結構そうなんですね。はい。先生の演舞で。なので、段を取れば取るほど緊張感が。そうですね。私はね、技はシンプルであればいいと思います。シンプルが一番ベストやと思っており、本当に、武道としての技ならば、単純な技ほど一番効くんです。だから、合気道で言ったら一挙とか、入り身とか、あんまり小手とかああいうのは、ちょっと難しいと思うんです。かえって抑えるような動きの方が、シンプルで一番いいと。で、皆さん、8段くらいのクラスの方は何かを中心に一本置かれて、それを表現されておりますね。だから、私とこの前、竹中先生とこう言って、対象だったと思うんですが、竹中先生は竹中先生で自分の持っておられる何かを表現されようとして。京都の？いやいや、和歌山の竹中先生。で、今回私と竹中先生だったんですが、私は私の持ってる中での、一瞬のちょっとのこの当たりですね。それを自分の持ってる生き様を出したいなと思ってやってる。演技をやりたくないんですね。ところがどうしても自分では失敗したくない、したいって演技に走ってしまう場合もあるんですがね。なるべく演技ではなくて本当に自分を出したいなと思ってやろうとしてますがね。
皆さんどう思われるんかはもう本当に自分が言うんじゃなくて、見られた方が私に対してどう考えておられるかというのが逆に私の方からのクエスチョン、質問になりますね。いや、たまたまかもわかりません。ただ、今、私は女性も男性も一緒やと思うんです。熱意さえあれば、女の子やからとか、子供やからとか、じゃなくて、今、やはり、武道で必要なのは、それを一生懸命やってくれる人、熱意を持ってくれる人、それが必要だと思うんです。だから、わしは強いんやから女の子なんかやりたくないとかじゃなくて、熱意のある人はどんどん来ていただいて、それを理解してくれる。だから、本当に、岡本先生が私は大変尊敬するのは、女性であれほどやっておられる指導者として、本当に素晴らしい結果を残されている。今、やはり日本のプロの女性っていうのは少ないですよね。だからああいう今うちに来てる子供たちも女の子たちも岡本先生みたいなああいう生き方もあるんやなっていうのを合気道の中で見てもらえれば、私はもう岡本先生ものすごく尊敬してます。立ち位置でよく誰一人嫌われてるわけじゃないし、人に好かれながらもあれほどの立場を取られる。私はもう素晴らしいなと思ってますね。だけど、部一会は、というよりも、部一会結構今、人数がいてるというと、そういう、どういうわけか知らないんですけど、若い人が多いんですね。で、そのあたりでまだ、将来考えたときに、我々としては嬉しい限りなんですが。合気道は年配でもできるというのが一番のあれなんですがね。若い人もやっぱりいてくれんな将来困りますしね。だから私にとってはありがたいなと思って。なぜかっていうのはわかりません。ただ私は女性であるとか男性であるとかあんまり考えてなくて、本当に一生懸命私にぶつかってくれる、本当に気が弱くような女性もたくさんいらっしゃるんですけど、稽古では思いっきり来てくれるんですよね。そういうのは本当に素晴らしいなと思って。たまたまでしょうけどね、部一会に今若い子が多いというのは。私自身そう願いたいんです。指導者は立派なもんでないといけないし、八段というのは別格ですので、やはりお手本にならないかんとは思うんですが、何分私自身がこんな人間ですし、年いってくるとこの我が入ってきても、周りにおる若い子たちに迷惑かけてるんですが、やっぱりそうありたいんですが、ただ武術はやはり厳しなかったらいかんとは思うんです。で、やっぱり規律も必要だと思います。上下関係も必要だと思います。言葉遣い一つでもやっぱり大事なことだと思います。ものを習うということについて。だからよくこの頃テレビなんかでもパワハラやない言われるんですけど、昔は結構上からやったんですよね。こんなことできへんのかバカタレがってやったんですが、今これをパワハラと言われてしまえばそれまでなんですが、私自身は圧力をかけるっていうのはあんまり良くないとは思うんですが、やっぱり愛情を持って言葉がきついのは構わないと思うんですがね。東京の中かもしれないですね。みんな冷たいんで。いや、そんなことはないですよ。付き合ったらみんな温かい人なんですけど、だから喋り方とかあんなが冷たい感じになるんでね。東京の方でも。みんな結構親切にしていただけるしね、あれなんですけど、ちょっと大阪人と言葉がね、トーンが違いますんで。だから逆に言えば東京の人がこっち来たらびっくりしますよね。フランス人と仲良くできるかもしれないです。そうですね。お二人も2日間稽古していただいたということで私も感謝をせないかなと。で、特に講談社であるあなたの場合は一緒に稽古していただいたということは弟子たちが良かったかなとお二人ともね。講談社であるお二人に見てもらったというのは私は嬉しい。そうですね。合気道のおかげでいろんな方と知り合いましたし、合気道のおかげで私みたいな人間でも海外行っていろんなお友達とお会いすることができましたし、本当にこれのおかげで、これという言葉は失礼で当たります。合気道のおかげでみんなとお会いできた。例えばお二人に今日お会いできた、
また彼ら2人にもお会いできたと。やっぱり、自分の生活の中の一部であると。で将来あと何年これできるか分かりませんけども、死ぬまでこれが続いていくんかなと思っております。今日はいろんな質問でまともに答えられたかどうかはちょっと分かりませんが、お許しいただきたいと思います。そうですね。合気道っていうのは地味な武道で、執着点のない武道なんですよね。日本人の考え方で道なので、どう続けていただくか、どう面白みを見つけていただくかはご本人の考え方であろうとは思うんですが、いかなることがあろうと、限りのないものやから、長く、昔は細く長く言いましたけども、もう今はそういう言葉よりもできるだけ長く、いかなる条件であろうと長く、途中で止まっていようと長く続けていただきたいなと。必ず素晴らしい点を見出す時が何回かあります。本当に人生においてやっててよかったなという時が何度もありますから。それを口ではどうやったら言えませんがね。続けてください。とにかく続けてくださいとしか言えません。ありがとうございました。